障害とか受診って言葉は言われたことがなかったので、自傷行為が始まったんですよね。いわゆる夜狭症っていうんですかね。もっと早く今のお医者さんに会いたかったなと。親が辛いばっかりじゃなくて、子供の方がね、多分辛かったと思う。ひろみの育児チャンネル。皆さんこんにちは、こんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。こちらのチャンネルでは気づかれにくい発達特性の持ったお子さんを持つ親御さんに向けて、我が家で効果のあったことやなかったこと、意識していることなどをお伝えしている、そういったチャンネルになります。今日はですね、息子が、0歳から診断されるまで4歳半までどんな様子だったのかというお話をしてみたいと思います。正直ですね、0歳からすごく育てにくいなとは感じていたんですけれども、何せ最初の子だったので、こんなもんなのかな、ちょっと寂しがり屋なのかな、私が神経質なのかなみたいな感じで、やり過ごしていました。で、0歳の時自然分娩で生まれたんですけど、ちょっとこれね特性とは違うかもしれないんですが、私陣痛来てる時に助産師さんに言われたんですよ。助産師さんが定期的に私のところに来てお腹をさすってくれて、でまた去って部屋に戻ってってことを繰り返していて、後から産んだ後になんであんな風にしてたかわかるって言われて、いやわかんないですって言ったら、助産師さんがいなくなるとちょっと心拍が落ちてしまうと。で来るとすごく喜んだように元気になると。なのでこの子は多分人に注目されたい子なんじゃないかなって私は思ったって今の話をねされた感じで生まれてきた子なんです。でこれがまた面白くて、陣痛の最中に私急に頭が痛くなって悪寒が走ったんですね。普通ハーハー言って汗とか拭いてもらうイメージなのに、寒くてしょうがないと。でこれちょっとおかしいなと思って助産師さんに伝えて血圧測ったら、下が150で上が180だったんです。びっくりするぐらい高くて、でその日祝日の夜中だったんですけど、もう夜勤のお医者さんとか看護師さんとかもバーってみんな来てくれて、薬だのいろいろ処置をしてくださったんです。そういうことも思い出すと、この子はきっと注目されたくって寂しがり屋で甘えん坊な子なのかなとは思ってたんです。そんな気持ちもあったので、もうすっごくよく泣くし、入院中私1日26回ぐらい授乳してたんですけども、常におっぱい飲んで触れてないとすぐ泣いちゃうみたいな。でも私の中では、私もその子供が泣いてると眠れなかったり、生まれ方はその子の性格を表すとか言うし、寂しがり屋なのかなと思っていました。ただ退院してからも泣き方が結構激しいなとは思っていて、で本当に一人で寝てくれないし、すぐ起きる、ちょっとした物音で。で新生児ってほとんど寝てるって聞いてたんですけど、アプリで測ると1日11時間ぐらいしか寝てないんですよ。すごい短いなと思って。でそれを1ヶ月検診の時に相談したんですが、私が心配しすぎだっていう風に言われてしまって、私の精神科に行きますかってちょっと言われたぐらい心配しすぎですよっていうようなテンションだったので、そっかと思って、そこからアプリで睡眠測るのもやめたんですよね。なんですけど、やっぱりお昼寝、朝寝とかもう一瞬で起きるんですよね。20分ぐらいで起きちゃうんですよ。それもちょっと私がさって離れるドア、ベッドのちょっときしむ音だったり、ドアを閉める音ですぐ起きてキャーって泣いちゃうので、こんなに生活できないんだって思ってたんです。洗濯を干すのも、電子レンジで何かを温めるのも、もう常に抱っこしていないといけないみたいな。ただそれも私も赤ちゃんの泣き声をほっとけるタイプじゃなかったので、
ほっとけばよかったのかなと後々になって思ったくらい、最初はすごい泣くな、全然寝ないな、大丈夫かなと思いつつも、気にしすぎかなみたいな感じでやり過ごしてたんですよね。ただ生後4ヶ月の時に家族でちょっと集まる機会があって、上の、子供が2人いる姉が私の息子と初めて会った時にすごく驚いてたんです。ちょっとした物音ですごい起きるんだねって。その時に赤ちゃんってみんなこんな感じじゃないんだとは思ったんです。で、生後10ヶ月くらいの時にちょっと保育園に入れまして、でそこからなんていうのかな、感謝みたいな自傷行為が始まったんですよね。嫌なことあったり、朝ちょっと立つと頭ガンガンガンってここ真っ赤になるくらい打ちつけたりとか、とにかく、指噛んだりとか激しい、ちょっと早いイヤイヤ期かなとは思ったんですけど、それにしても激しいなと思ってました。で、夜泣きもかなり頻回で、おっぱい母乳をやめるまでは 4,5 回起きてましたし、もう本当に何をやってもおっぱいでも泣き止まない時もあったりして、生後1年までは本当に大変な感じでしたね。ただそれもよく聞く話ではあるので、自傷行為にはちょっとびっくりはしたんですけど、 YouTube とかで調べて痛いことを教えてればいいよみたいな話もあったりして、痛い痛いだよって言って、過ごしてはいました。ただ1歳過ぎたあたりからそれがどんどんひどくなっていって、保育園ではもうすごくいい子らしいんですけど、家に帰ってくると常に泣いて怒ってると。で、車で例えば1時間くらいかけて実家に行こうとすると、その1時間ずっとギャーって泣いてるんですね。寝るってことはまずなくて、常にママって言ってすごく泣いてると。なので1時間やっぱりそれ聞きながら運転してるとこっちも気が狂いそうで、今思うとかなり危険な運転だったなと思うんですけど、とにかくどこに連れて行く時も車の中で泣き叫んでたなという記憶があります。で、さすがにちょっと心がその辺から苦しいなと思い始めて、保育園の先生に私は毎月のように、相談をしてました。で、心配してくださった保育園の先生が時間をとってお話を聞いてくださるということもあったんですけれども、発達障害ではないかっていうような言葉は一言もなくて、というのも、保育園で気になるところは何もないと。あとはその目線だったりとか遊び方だったりとか、いろいろな点で発育が遅れてるってことを指摘されたこともなかったですし、私もその夜泣きと激しい感触以外はちゃんとハイハイとか歩いたりとか体重身長だったりとか食べ物とかコミュニケーションの部分とか普通だなっていうふうにも思っていたので、そういうところは心配がなかったんですよね。なので激しい性格なのかなとか、外で頑張りすぎちゃってるんだろうなっていうふうには思っていました。で、2歳もかなり感触ありましたし、夜泣きもですね、もうおっぱいは1歳1ヶ月くらいでやめていて、夜泣きの数は減ったんですけど、いわゆる夜狂症っていうんですかね、本人は多分覚えてないんだけども、かなり怒ったり泣いたり激しい覚醒みたいなものが起こる夜狂症っていうのはかなりありましたし、夜狂症ではないのかな、パニック症なのかな、寝かしつけて1時間以内にギャーって言って起きてくる。それもしっかりママを求めてくるので、生還してたら布団に入るっていうことはなくって、私が一緒に布団に行かないと入眠してくれないっていうようなことがずっと続いていました。なので寝かしつけても心が休まるっていうのは全くなくって、やっぱりギャーって言って起きてこられる時の恐怖に近い感覚っていうんですかね、もうちょっとそれがトラウマになっていくんですけど、だんだんね夜
自分時間っていうのも取れなくて、日中も仕事しているので、かなり疲れていたなとは思いますね。だけど私も割と体力があってストレス耐性が悪い意味で強いので、頑張れちゃってたんですよね。これも成長のうちの一つかなとか、かなり息子は抱っこマンだったんですけど、親がなんかもっと抱っこしなければよかったと思わないように抱っこさせてくれてるのかなみたいな、ちょっとなんていうのかな、哲学チックじゃないですけど、そういう自分の疲れを置いといてそんな風に考えるようにはして頑張れてちゃいました。で、2歳も大変でしたし、3歳も同じような感じですよね。感触もひどくなると。ただその言葉が、コミュニケーションが非常にスムーズにできるようになってきていたので、3歳ぐらいから怒れちゃった時はこうしようねシリーズって言って私が絵を描いて壁にペタペタ貼って、怒った時はこれしようねとか言って見せたりとかっていうのが、家の中でいろんな感触に良さそうなアクティビティみたいなことは積極的にしていました。全部効果がなかったんですけど、でなんかちょっとずつ良くなってるんじゃないかなって思いたい自分がいて、そういうアクティビティやっては、今日はまだマシだったかなって、なんかちょっと無理やり思わせてる自分がなんかいたような気がしますね。で夜泣きは相変わらずあって、ほんとひどいと寝かしつけて30分後ぐらいにギャーって言って起きてくるみたいな。だからこっちは結構もうドキドキなんですよね。寝かせて一日終わったとかじゃなくって、今日は何時に起きてくるんだろうみたいな感じ。だから30分以内に起きてきた時にはもう結構絶望で、入眠もすごい時間かかる子だったので1時間2時間なんて当たり前でしたし、なんか私何やってんだろうみたいな感じでした。で4歳になってくるともうなんか赤ちゃんっぽさもなくなっていって、幼児とか子供っていう感じになっていくんですけど、その辺からなんか切れ方、感触の出方っていうのがでちょっと反抗期じゃないけど、ちょっとなんていうのかな、3歳までとまた違った出方になってくるというか、誕生日にプレゼントを買いに行って今日は楽しく過ごそうねって、そういう楽しい雰囲気が嫌だったのか、そういう日に限ってめちゃくちゃ急に態度が変わったりとか、なんか我々としても楽しい日にしたいと思ってたその落差が激しすぎて非常に心にくるっていうことがあって、4歳の時はかなり限界を感じることが多くて、私も夫もメンタルが落ちましたし、夫はもうちょっと一時期仕事も手につかないような状態になってしまいました。で、そういう状況を私はインスタグラムのストーリーズで結構吐いてたんですよね。感情をちょっと吐き出さないと自分が保てなくて、で4歳の時に結構ひどめのが続いた時にフォロワーさん3人ぐらいから一気に DM が来て、ひろみさんと受診してみた方がいいですよって言ってくださったと。でそれまでもずっと1歳からずっと保育園の先生には相談したり、住んでる地域の相談員の人がなんか保育園の様子を見てフィードバックくれるみたいなものもお願いしたりとかしてたんですけど、一度も発達障害とか受診って言葉は言われたことがなかったので、私も選択肢なかったんですよ。なんですけど DM もらった時にそっかと思って、そうだ行かなきゃと思って受診したって感じですね。2024年の8月だったかなに受診をしました。というね、ちょっとざっくりとした1歳から受診に至るまでの様子だったんですけど、振り返るとかなりハードモードでしたし、すっごく辛い日々の方が多かったです。なので2人目とかも全く考えられなくって、もう夫も私も2人目の負の字も言葉にしたことがないくらい育児がもう辛いっていうなんか連続でしたね。もちろんちょこちょこっと楽しい
日々だったりとかあるんですけど、なんかもう全て感触で書き消されるみたいな、そんな感じ。感触起こるともう私もっともうお通夜モードになっちゃうみたいな、そういう流れになってきてしまっていましたね。で今思うと、その発達障害の子って睡眠のホルモンも入眠のホルモンも出にくいことが分かっているそうで、だから赤ちゃんの時あんな寝なかったのかなっていう、その診断名をもらったことにより辻褄が合っていくというか、なので個人的にはもっと早く今のお医者さんに会いたかったなというふうには思いますね。というのも、親が辛いばっかりじゃなくて、子供の方がね多分辛かったと思う。親がもう本当に感情的に感情むき出しに怒ったり取り乱したりなんて姿見たくないと思いますし、自分もコントロールができないことで困っていたはずなので、もっと早く医療の力を借りればよかったなって思いますし、発達障害という言葉のインパクトが個人的にはちょっと強すぎて、なんか生活が苦しいとか辛いになってしまった親子がいれば、もう本当に受診した方がいいと個人的には思います。ただ受診した先もいろいろなお医者さんがいるので相性もあると思いますし、様子見で何も対応が提示されないってこともあるかもしれないので、自分で調べて受診するっていうことも大事かなとは思いますね。今話してていろいろ忘れてることも多分あると思いますけど、思い出す限りで言うと、個人的には本当に息子も辛かったなってすごい思うし、私もとも辛かったなって思うので、あの時ね DM をくださったフォロワーさんには非常に感謝をしています。受診した方がいいですよなんてあんまり軽く言えることではないじゃないですか。で、フォロワーさんと私という関係だったから言いやすかったっていうのは一つあるかもしれないんですけど、身近な人のお子さんが、もしかしたら発達障害じゃないとかっていうのはなかなか言いにくいのはわかりますが、私はすっごく救われたんですよね、それで。中にはその自分の子供が発達障害と認めたくないので受診に行かないって方も多いらしいですけれども、でもなんていうのかな、診断名ってぶっちゃけどうでもよくって、診断があろうがなかろうが困っていたら誰かに助けてもらわなきゃいけないし、助けを求めなきゃいけないと思うし、お互い辛くなっていたら何かしら介入が必要だと思うんですよね。というふうにも今思います。はい、何かの参考になっていれば幸いです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。